おはようございます。ジンギター工房の神谷です。いつもご視聴ありがとうございます。本日は質問&リクエストフォームにいただいた中から、いくつかピックアップしたいと思います。今日はですね、いただいたご質問とかリクエストの中から、これは無理ですっていうようなものをお答えします。まず1件目、個人的にぜひ見たいと思う動画があります。古いアコギの分解と組み立て作業です。自分でもいつかギターを組み立ててみたい、また古いギターを修理してみたいと夢見ていますが、なかなか参考になる動画を見つけられないでいます。実際にやるとなると大変だということでしたら、ギターを作ってみたい、直してみたいと考えている人の参考になるような動画をお願いします。はい、これは実際にやるとなるとすごく大変なので、今後ね、例えばバック板をオープンしなきゃいけない修理とか、そういうような修理があれば、もちろんお客様の了承が得られればなんですけれど、動画に撮ってご紹介はしていきたいと思っております。私のホームページの方には、昔やったバック板のオープン修理とか、かなり大掛かりな修理も載せてますので、そちらの方をちょっと参考にしていただけたらと思います。次、サクサクいきます。質問させてください。79年頃購入した ES335 を所有しています。2004年に我が家は火事に遭い、ギターはケースごと蒸し焼きになり、結果やむなく自力で仕上げ、ある程度直しました。当初持ち込んだリペアショップは無残な楽器を見るなり、買い替えを勧めました。ネックにわずかなねじれと変形が残りました。年月が経ちすぎていますが、これらは修正可能ですか？これはですね、よろしければ直接工房に現物をお持ちください。見させていただければ修理可能か否かは大体わかると思いますので、そうですね。ちょっとどんな状況なのかわかりませんけれど、おそらくかなりの高額な修理費用がかかると思います。修理可能だったとしても十数万とかそういうレベルじゃないと思いますね。数十万だと思いますね。はい。もし直接持ってこられるのが困難だとか、ちょっと遠方に住んでいてってことであれば、画像をですね、アップの画像からギター全体を写した画像とか、いろんな側面から斜めからとか、ヘッドとかボディとか、もうありとあらゆる角度、もう10枚でも20枚でも結構ですので、そういった画像を送っていただければ、ある程度は判断できると思うんですけれど、ネックのねじれとかね、反りとか、そういった細かい部分までは現物を見てみないとちょっとわからないので、一度コンタクトをいただけたらと思います。はい。次。昔、レスポール80ってありましたが、どうなんでしょう。私はそれを買わないで、70年代のレスポールカスタムを買ってしまいました。これは、わかりません。確か、レスポール80、そんな長い間販売はされてなかったですよね。ネックが3ピースでしたっけ？あれ違ったかな？ちょっとうろ覚えなんですけれど、これに関しては私はお答えはできないですね。どうなんでしょうね、レスポール80って。で、そんな感じでございます。はい。正直、ギブソンとかマーチンとか、フェンダーもそうなんですけれど、そういう歴史とか、いついつにどのモデルが出て、で、例えばトップの曲面具合、レスポールであればそのアーチが、この年代はこうだとかっていうのは、そんな深くは私は知りません。興味もないです、あまり。あくまでその修理屋さんなので、持ち込まれた楽器に対してどういう風に直したら一番いいのかっていう、そういう視点から見るので、あんまりそういう、なんていうんですかね、各メーカーさんの歴史だとか、そういうのはあんまり詳しくないですね。大体70年代とか作りが悪いとかっていう、そういうお話はできますけれど、ピンポイントなこういう話題っていうのは私はちょっと答えられないです。その次、あと2点はですね、トップの膨らみに関してなんですけれど、
22歳学生です。いつも楽しみに拝見しております。初めて質問させていただきます。ボディの膨らみについてです。今年の2月にマーチンの GPC の 16-E というマホガニーモデルを、新品で購入しました。このところ毎日弾いていて弦を張ったままにしていたせいか、ふと見たらトップが4ミリほど膨らんでしまいました。今のところ演奏上の不具合や、各パーツへの影響はありませんが、ブリッジやブレーシングにも影響するような大問題だという話をネットで見たことがあって、とても心配です。リペアに出すべきでしょうか、それとも放っておいても大丈夫なのでしょうか。そもそも正確な原因が何なのかも、よく分かっていないので、ぜひ説明していただきたいです。また現在は冷房のある部屋でスタンドに立てて保管していますが、もし自分でできる修理の仕方や今後の管理の注意点などもあれば教えていただけたら幸いです。これに関しては前回の動画で取り上げたネックの元置き廃置きのアコギ編ですね。これでちょっと触れているように、トップの膨らみに関しては、個体差もあるんですけれど、なるものはなってしまいます。でただこの文面からすると新品、かっこセール品って書いてあるんですけれど、そうですね、今までも、新品で1、2年前に購入したものなんだけれど、トップがかなりこう膨らんで、目に見えて膨らんでるのが分かりますねっていうようなのも見てきましたので、これで、もし原稿が今めちゃめちゃ高くなりすぎちゃっていて、すごく弾きづらいとかっていうんであれば、ちょっと外れに当たったのかなっていう判断です。で、もしこれが、トップの膨らみはあれど、それほど原稿は適正な範囲内に収まっていて、自分で納得してこうやって弾けるレベルなのであれば、そのまま現状で使い続けていただくしかないのかなっていう気はします。というのもトップの膨らみを直すっていうことは私はね、前回の動画でお話ししている通り、できないというふうな結論なので、普段の管理、冷房のある部屋にスタンドに立てて保管していますっていうことなんですけれど、これは全然いいと思います。やっぱりギターも人間が住んでいて心地よいところであれば、あまりその蒸し暑いだとか高温多湿になる場所とかっていうのは良くないですね。はい。で、それから最後、質問させていただきたいのですが、所有しております70年代の ES175 が入手時からブリッジエリアのトップ落ちがあり気にしております。入手時に数件のリペア工房に問い合わせましたが、現状使用できるのであればそのまま使った方が良いとか、実際に内部を確認していただいた上でブレーシングの剥がれはないので問題はないし、もともとこの形状だった可能性もあるなどの意見をいただき今日に至っています。渋谷の某アーチトップ専門店で見ていただいた時には、昆虫を立てることも対策の一つとして説明を受けましたが、音は確実に変わると言われ踏みとどまりました。未だに自分でもあれこれ考えるのですが、軟式テニスのボールを仕込んでエアーを吹き込みエアジャッキのようにしたら修正できないかなんて考えたりもしました。現状としては入手時からの大きな変化はないのですが、もし直せるものであれば直したいとも思っています。過去に修理の事例などがありましたらご紹介いただけないでしょうか。これは私もブレーシングのね、剥がれとかそういう内部の明らかな不具合がないんであれば、このまま使用した方がいいと思います。相談をしたっていうリペア工房さんと同意見です。このアーチトップ専門店で見ていただいた時に昆虫を立てることっていうのも対策の一つっていうふうに書いてありますけれど、そうだと思います。ただ、音は確実に変わると思います。これも同意見ですね。最後にこのご自身でいろいろ考えた末、軟式テニスのボールを仕込んでエアーを吹き込みエアジャッキのようにしたら矯正できないか。これは矯正できないと思います。
木材のその変化っていうのは、たかだかこんなことをしたぐらいでは、ジャッキでこう突っ張らせて、多少こうね、突っ張らせてる時は、もちろん変化はしますけれど、もうそれをこう、緩めた途端に元の形に戻ります。ですので、そのままの状態、今の現状のままで使い続けるのが、ベストだと思います。はい。ということで、ざっとお答えしました。他にもたくさんいただいておりますので、簡単に答えられないような内容だったりとか、いろいろありますので、先にいただいた質問から答えするっていうんではなくて、これはちょっと簡単に答えられそうだなとか、そういった部分からランダムにピックアップしてお答えしていきたいと思います。はい。最後にちょっと告知があります。10月17日日曜日、場所は、静岡県富士市と吉原駅ですね。時間は1時20分出発。メタルトレインというですね、もう今年で第3弾になるんですけれど、ケリー・サイモンさんが、以前楽器フェアでケリー・サイモンさんのブースとね、共同で出展させていただいて、それでケリー・サイモンさんとはお知り合いになったんですけれど、去年もですね、私手伝いに行きまして、住谷さんが主催者なので、ちょっと神谷くん手伝ってくれないっていうことで、時給ジュース1本ぐらいで去年もやらせていただきました。で、今年もですね、私手伝いに行きますので、よろしければ興味のある方はぜひ来ていただければと思います。チケットの方はもう販売開始してまして、9月1日からですね。で、詳しくは住谷グッディ沼津店の方にお問い合わせいただけたらと思います。今回は北田夏子さんというクラシックギタリストの方も出演されるそうです。楽しみですね。はい、というそんな感じでございます。私ヘビーメタルが大好きなんで、ケリー・サイモンさんのこのスタイルはものすごく大好きなんですけれど、目の前で超絶な早弾きを見れるので、すごく興奮しますね。個人的にもすごく楽しみにしているイベントであります。はい、いかがでしたでしょうか。よろしければ高評価ボタンとチャンネル登録お願いします。それでは。